皆さんこんにちは。卓球用具の奥深くマニアックの世界へようこそ。ケンジです。皆さんこんにちは、進行のみさきです。今日も卓球ファンや用具好きの皆様なら絶対に知っておきたいディープで刺激的なテーマをたっぷりとお届けしていきますよ。さてみさきちゃん、卓球の試合で渾身のドライブを打ち込んだのに返ってくるボールが尋常じゃない猛烈な下回転になっていて全部ネットに直行してしまうとか、軽く当てられただけなのに自分の回転がそのままブチ切れて返ってきたっていう、まるで魔法や手品みたいな現象に遭遇したことありませんか？あります。シニアの大会や地域のアマチュア草大会なんかで、こちらがどれだけドライブを打ち込んでも返ってくるボールが尋常じゃない下回転になっていて全部ネットに突き刺さっちゃうこと、あれ本当にトラウマになりますよね。なんなんだこのラバーはって叫びたくなります。そうなんですよ。ネットショップや SNS、 あるいは草大会の裏でこれを使えば魔法のような変化球が打てる、練習しなくても上級者に簡単に勝てるって密かにささやかれているのが今回のテーマである枯渇流高ラバーなんです。枯渇流高、なんだか漢字の並びだけでも怪しげですまし響きがありますね。でも大手メーカーのカタログやベテランプレイヤーの解説動画を見ると、粒高ラバーは相手の回転を反転させるラバーですよってさらっと一言で説明されていますよね。そうなんですよね。一般的な解説では回転の反転という一言で片付けられがちです。ですがなぜ一部のラバーだけがそんな異常な変化を生み出してしまうのか、その裏に隠された化学処理や運動力学、さらには卓球のルール違反、いわゆる不正用具としての真相について、今回は一般には表に出てこないレベルまで徹底的に解剖して解説していきます。化学処理やルール違反の真相まで、これは卓球ファン、用具マニアなら絶対に見逃せない内容ですね。はい、動画をご視聴の視聴者様にメーカーやベテラン選手も教えてくれない卓球界の真実を余すところなくお伝えしていきますので、ぜひ最後までじっくりとお付き合いください。さあ本題に入っていくわけですが、まずは今回の解説の全体像というか概要をしっかり把握しておきたいですね。ケンジさん、この枯渇部高ラバーの全貌について具体的な発見をまとめて教えていただけますか？お任せください。今回の調査で判明した具体的な発見と全貌をまずここでエグゼクティブサマリーとして5つのポイントに整理してお話ししましょう。お願いします。第1の発見は、枯渇部高とは単なる市販の粒高ラバーではなく、科学的あるいは物理的な特殊処理を施すことでゴム表面の粘着や摩擦を徹底的に排除し、粒の硬さを人工的に高めた不正改造ラバーであるという点です。不正改造、つまり市販品そのままではなく誰かが手を加えているということですね。その通りです。そして第2の発見はその運動力学的な特性です。固化処理によって表面の動摩擦係数がほぼゼロ近くまで低下するため、ボールが衝突した際の回転エネルギーの損失が全く起こりません。結果として相手のドライブの回転トルクを 90% 以上も保持したまま返すという信じられないほどのスピン反転率を実現してしまうんです。 90% 以上も回転が残って返ってくるんですか？通常の粒高ラバーだとどれくらいなんですか？通常の粒高ラバーだとスピン反転率は 20% から 30% 程度ですから、まさに別次元の挙動ですね。さらに第3の発見としてバウンド後の弾道特性があります。強打を受けてもボールの前進速度が急激に失速し、ネット際に短くポトンと落ちてバウンド後に前へ伸びず直下へ沈み込むという物理的にありえない殺球効果を発揮します。相手の強打を吸収して短く落とせて、しかも猛烈な下回転、そりゃ打つ側からしたら手も足も出ませんよ。そして第4の発見、ここが極めて重要なのですが、これらの枯渇部高ラバーは国際卓球連盟 ITTF の技術基準である T4 で定められた最小動摩擦係数 0.50 以上という規定および競技規則 LO2.0407 に定められた降下口禁止規定に 100% 明確に違反している違法用具であるということです。 100% 違法、完全にルール違反なんですね。はい。しかし第5の発見として、市場ではメーカーの公認マークがついたラバー、例えば中国のインヘイ、銀河の4などをベースに改造されているため、見た目上は公認マーク付きとしてフリマアプリや海外サイトで高額で取引されているという根深い構造的商業的な問題が存在します。公認マークがついているのに違法改造品、なんだか騙されてしまいそうな罠が張り巡らされていますね。なぜこのような用具が生まれ、なぜ市場で流通し、そしてなぜ取り締まりが難しいのか、各論で一つ一つ詳しく紐解いていきましょう。それではここからは詳細な解説に入りましょう。まずは基本中の基本として卓球における粒高ラバーがどのように定義されているのか、その数値やルール上の基準から教えていただけますか？はい、
粒高ラバー、英語ではロングピップスと呼ばれますが、これは表面に細長い突起、粒を配置した守備変化型のラバーです。そしてこの粒の形や配置といった幾何学的寸法は国際卓球連盟 ITTF の技術ガイドラインであるテクニカルリーフレット T4 および競技規則 LAW2.04 によって極めて厳格に規定されています。 ITTF の T4 ガイドラインですね。具体的にはどんな数値が決まっているんでしょうか？主な数値基準を挙げますね。まず粒の密度はラバー表面1平方センチメートルあたり10個以上30個以下と定められています。1平方センチメートルに10個から30個ですね。密度がスカスカすぎても凝縮しすぎてもダメなんですね。次に粒の華さは 1.0mm 以上 2.0mm 以下。そして粒の直径は先端部で 1.0mm 以上 2.2mm 以下となっています。高さも直径もミリ単位で細かく決まっているんですね。特に重要なのがアスペクト比、つまり高さ H 割る直径 D の比率です。表ソフテラバーのアスペクト比が 0.89 以下と規定されているのに対して、粒高ラバーは 0.89 を超え 1.10 以下でなければならないと決まっています。0.89 を超えて 1.10 以下。このアスペクト比があるからこそ粒が細長くなって粒高と呼ばれるわけですね。その通りです。最後にラバー全体の厚さですが、スポンジを貼り合わせたサンドイッチ構造の場合は最大 4.0mm 以下、スポンジのない1枚ラバー、いわゆる OX ラバーの場合は最大 2.0mm 以下と決められています。なぜここまで細かく数値が決められているんですか？もしルールがなかったら、極端に細くて倒れやすい無茶な粒を作ったり、スカスカな配置にしたりして、ボールの動きが誰にも予測できなくなってしまいますよね。競技としての予測可能性を一定の範囲内に保ち、スポーツとしての公平性を維持するために、この厳格な数値枠組みが存在しているんです。粒高ラバーの基本的な寸法基準が分かりました。では、加工されていない通常の粒高ラバーにボールが当たった時、物理的には一体どんなことが起きているんでしょうか？ここが卓球の運動力学の面白いところですよ。未加工の標準的な粒高ラバーに高速でボールが衝突すると、細長い粒が先端方向、つまり横からの力学的な応力を受けてぐにゃっと屈曲し、座屈変形を起こします。座屈変形、粒がぐにゃっと倒れ込む現象ですね。そうです。普通の裏ソフトラバーだと表面のゴムが高い摩擦力でボールをしっかりと捕まえて、自分のスイングで回転を上書きして打ち返しますよね。はい。ドライブをかけ直したり引っ掛けたりして飛ばしますよね。しかし粒高ラバーの場合はボールが当たった瞬間に粒が適度に倒れ込むことで、接線方向のすり摩擦エネルギーが外へ逃がされるんです。その結果、ボールがラバーから離れていくときに、ボールがもともと持っていた回転運動量がそのまま保存された状態で相手コートへ跳ね返っていきます。回転運動量が保存される、それが噂のスピン反転ですか？まさにそれがスピン反転、スピンリバーサルのメカニズムです。例えば相手が強烈な上回転、ドライブを打ってきたとします。これに対して粒高ラバーでブロックすると、ボールの回転方向は維持されたまま、進行方向だけが逆向きになりますよね。上回転のボールがそのまま逆向きに飛んでいくと、相手側から見たら時計回りが逆になって下回転になって戻ってくるということですね。その通り、完璧な理解です。ドライブを打った本人の回転がそのまま強烈な下回転になって返ってくるわけです。じゃあ相手から回転の少ないナックルボールや弱々しい球が来た時はどうなるんですか？いい質問ですね。回転トルクが弱いボールが来ると、粒が不完全に下倒れず、回転エネルギーを効果的に吸収してしまいます。その結果、返球されるボールの軌道がゆらゆらと揺れる無回転のナックルボールになるんです。これが通常粒高の変形挙動とスピン反転の力学なんですね。通常の粒高ラバーでも回転が反転したりナックルになったりする変化があるのに、今回の本題である固化粒高ラバーは一体どんな処理がされているんですか？ここからが怪しい裏の世界の話になります。固化粒高、中国語圏では固化調光と呼ばれますが、これは市販の粒高ラバーに対して化学的または物理的な特殊処理を加えることで、ゴム表面の粘着摩擦特性を強制的にゼロにし、同時に粒自体の負け合性を人工的にカチカチに高めた加工ラバーのことです。ゴムの摩擦をゼロにして粒をカチカチにしちゃうんですか？具体的にはどんな化学的工法が行われているんでしょう？化学的処理としては薬品の塗布や眼芯が代表的ですね。具体的には市販の瞬着でおなじみのサヤノアクリル系接着成分、つまりアロンアルファのような超速乾性接着剤や熱硬化性樹脂、特殊なシランカップリング剤、あるいはシリコン系硬化剤といった化学薬剤が使われます。アロンアルファみたいな接着剤をラバーに塗っちゃうんですか？驚きです。そうなんです。
これらの薬品を粒の頂部、先端面や側面に塗布したり染み込ませたり、眼浸することで、粒の表面にミクロレベルの極めて薄い硬質皮膜を形成させます。業界やマニアの間ではこれを頂部硬化処理、頂部硬化プラス滑る表面と呼んでいます。粒のてっぺんを接着剤や樹脂で固めてプラスチックみたいにツルツルカチカチにしちゃうわけですね。その通りです。工場での製造段階で怪しい処理が施されるケースもあれば、サードパーティーの加工業者や個人のクレイヤーが購入後に DIY で怪しい薬品を塗り込むケースなど、様々な手法が存在しているのが実態です。薬品を使う科学的工法の他に物理的、熱的工法もあるとおっしゃっていましたよね。こちらはどんなことをするんですか？物理的熱的処理もまた非常に手が込んでいて、身近な環境や光を利用した方法が存在します。代表的なのが強度の高い紫外線 UV の長時間照射や直射日光の下で猛暑の中に長時間放置する日光乾燥暴露です。太陽光や紫外線ランプをラバーに当て続けるんですか？それってラバーが劣化しちゃいませんか？まさに意図的に劣化させるのが目的なんですよ。さらに悪質で複雑な手法になると、鉱物油やベビーオイルなどの膨張液にラバーをどっぷりつけてゴムをふやかした後に加熱乾燥を何度も繰り返すという方法もあります。ベビーオイルにつけてから加熱乾燥。一体なんでそんな面倒なことをするんですか？こうした物理的熱的処置を施すと、ゴムを構成するポリマーが強烈な非過酸化劣化を起こします。同時にゴムに柔軟性を与えている可塑剤という成分が強制的に外へ逃げてしまう、逸散してしまうんです。可塑剤が抜け出すとプラスチックやゴムってカチカチのボロボロに硬くなりますよね。その通りです。油分や柔軟成分を完全に抜け出させ、表面を極限までカサカサのツルツルに硬質化滑走化させるわけです。化学薬品を使わなくても紫外線や熱とオイルを組み合わせることでゴムの性質を根本から変えてしまう物理的工法が存在するんですね。科学的物理的な手法で固化処理をすると、ゴムの分子レベル、つまり微子的な構造にはどんな変化が起きているんでしょうか？ここは高分子化学の視点から非常に興味深いポイントですよ。本来卓球のラバーに使われている顆粒エラストマーゴム素材は、高分子差が適度な過強密度を保つことでしなやかな粘弾性を発揮しています。粘弾性ですね。ゴムならではの伸びやかさと弾力ですね。はい、通常はこの粘弾性があるおかげでボールが当たった時に凝着摩擦と履歴摩擦という複合的な効果が働き、ボールをがっちりとグリップ保持できるんです。分子レベルでボールを捕まえる力があるわけですね。しかし固化処理を受けてしまうと、ゴム表面の過強密度が異常に高まるか、あるいはコーティングされた硬質樹脂皮膜のよってポリマー差のミクロな運動が完全にロックされてしまいます。ゴムの分子が固まって動けなくなっちゃうんですね。そうなるとボールが接触した時にゴム特有の凝着力、分子間力による粘着効果が完全に消滅します。結果としてボールとラバーの接触面でミクロな滑り、滑走が不可避的に誘発されるわけです。つまりツルツルの氷の上を滑るみたいになっちゃうんだ。まさにその通りです。さらに粒の内部まで硬化剤が染み込んでいる場合、衝撃を受けた時の粒の反応がしなやかな粘弾性体としての曲がり、座屈からプラスチックのような合体に近い弾性反発へと変化します。衝撃を柔らかく吸収分散する能力を完全に失ってしまうわけですね。微子的にも完全な合体、低摩擦になっちゃうわけですね。では、その固化処理によって実際の打球や運動力学特性にはどんな数値的劇的な変化が現れるんですか？ここが一番恐ろしいポイントです。未加工の通常品と比べると、動体力学的に全く別の物体へ変貌します。最大の変更点は、表面動摩擦係数 μ の異常な低下です。摩擦係数ですね。通常の粒高ラバーは一定の摩擦抵抗を持っていますが、固化処理品は測定限界に迫るレベル、つまり摩擦0 μ 比較0に限りなく接近します。ボールが当たった時の横方向の摩擦抵抗がほぼ皆無になるんです。摩擦がほぼゼロ。そうなるとボールの回転はどうなっちゃうんですか？摩擦がないということは、回転エネルギーが熱や摩擦として失われる回転損失が全く起こらないということです。パート4でお話ししたスピン反転率、つまり入ってきたボールの回転数がどれくらい維持されて返っていくかという割合ですが、通常の粒高だと 20% から 30% 程度でしたよね。そうです。それがなんと固化処理されたラバーでは 90% 以上の回転トルクがそのまま保持されて打ち返されます。 90% 以上。相手が100の猛烈なドライブを打ってきたら90以上の猛烈な下回転になってそのまま返ってくるってことですか？そういうことです。しかも使っている本人は難しいラケット角度の調整や繊細なタッチなんて一切必要ありません。
ただラケットの面をボールの軌道にポンと合わせるだけで、相手の強打が無力化され、凶悪なブチギレした回転へと変換されてしまうんです。90% 以上のスピン反転だけでも恐ろしいのに、概要でバウンド後の弾道も物理的におかしいっておっしゃっていましたよね。はい、そこも小粒高の極めて凶悪な特徴です。放線方向、つまりラバーに対して垂直な方向の反発エネルギー伝達が変化するため、強打を受けた時にエネルギーを激しく殺す減衰効果が跳ね上がります。強烈なドライブを打たれているのにスピードを完全に殺せちゃうんですか？そうなんです。相手の威力を完全に殺してネット材にちょろちょろっと短くポトンと落とすストップ吸収ブロックが超簡単にできてしまいます。うわあ、相手からしたら猛烈なドライブを打ち込んだのにネット材に短く落とされて、しかもそれが猛烈な下回転になっているわけですね。さらに恐ろしいのはバウンドした後のボールの動き、弾道特性です。返球されたボールは強烈な下回転を維持しているにもかかわらず、前に進む前進速度が急激に失速します。そして相手コートにバウンドした後、前に伸びてこずにその場へ直下へ沈み込むような不気味な軌道を描きます。バウンドした後にスーッと伸びてこないでドスンと落ちて沈んじゃう。通常のしなやかな粘弾性ゴムでは絶対に不可能な物理の常識を覆す弾道特性です。相手プレイヤーはボールの距離感が完全に狂わされ、持ち上げようとしてもネットに直行するか空を切ることになります。ここまでの話を整理するために、卓球で使われるいろんなラバーと小粒高の違いを比較してみたいですね。いいですね。ここで各ラバーの幾何学構造、動摩擦係数、粒の変形挙動、スピン反転能力、そして主な打球軌道を一気に比較してみましょお願いします。う。まずは通常粒高。表面形状はアスペクト比 0.89 兆の細長い突起。動摩擦係数 μ は規定値以上の 0.50 以上。衝撃により粒が陽性挫屈、屈曲します。スピン反転能力は中度 20% から 30% 程度。主な軌道は相手の回転を利用した変化球、ナックル、吸収ブロックです。ふむふむ、これが基準ですね。では問題の小粒高は？小粒高は粒表面や頂部に硬化剤や UV 処理が施されています。動摩擦係数は極めて低い、ほぼゼロに接近。粒の曲げ合成が高く、表面でボールが滑走します。スピン反転能力は極めて高、90% 以上を保持。軌道は強烈なスピン反転、バウンド後の急激な失速と沈み込みです。全然違いますね。ちなみにツルツルラバーの代名詞であるアンチスピンラバーとはどう違うんですか？アンチスピンは平滑なゴムシートと低反発スポンジの組み合わせです。動摩擦係数は低いですが、意図的な滑走性で粒が変形せず表面で滑ります。ただ、回転を反転させるスピン反転能力は低から中度で、基本的には回転エネルギーを無効化して変化の少ない無回転、ナックル球やスピードを殺した球を返すラバーです。あら、アンチスピンは回転を消すラバーで、小粒高は回転をそのまま残して反転させるラバーなんですね。その通り、素晴らしい着眼点です。ちなみに表ソフトは太く短い突起で、アスペクト比 0.89 以下、摩擦係数も高くてスピン反転能力は皆無。自分らの回転力で上書きして直線的なスピードボールを打つラバーです。こうして比べると小粒高がいかに異質な存在かが一目瞭然ですね。ここからはルールや歴史について深く掘り下げていきましょう。先ほど小粒高がいかに恐ろしい性能を持っているか分かりましたが、ルール上ではどうなっているんですか？ここからが非常に対話としても盛り上がる歴史的なルールのお話になります。実は2000年代初頭、卓球界では無摩擦粒高ラバーフリクションレスロングピップスというものが大流行した時期があったんです。へえ、昔は公式に無摩擦の粒高が存在していたんですか？そうなんです。ドクター・ノイバウアー社などの海外メーカーが意図的に低摩擦な粒高ラバーを製造・販売していた時期がありました。ですが、プレイヤーが高度な練習や技術、繊細な打球操作を行わなくても、ラケットの面をポンと合わせるだけで極端な変化球が出せてしまうため、卓球という競技のスポーツ性やフェアプレー精神を著しく損なうとして、世界中で大論争が巻き起こりました。努力や技術じゃなくて用具の力だけで勝てちゃうのはスポーツとしておかしいって批判が殺到したわけですね。まさにその通りです。これを受けて国際卓球連盟 ITTF の理事会は2007年に歴史的な決議を行い、2008年7月1日から全公認ラバーに対して摩擦係数の下限規定を施行したんです。下限規定、つまりこれよりツルツルなラバーは公認しないというルールですね。
具体的な数値や試験環境はどう規定されているんですか？ ITTF の技術指針テクニカルリーフレット T4 ラバー公認技術指針によれば、標準的な試験室環境において放線荷重 50mN MN を加えた銅摩擦テストを実施します。この時、ラバー表面と卓球ボールとの間の銅摩擦係数 μ は 0.50 以上、放線力に対する滑走摩擦抵抗力として 20mN 以上を絶対に維持しなければならないと明確に定められました。銅摩擦係数 0.50 以上、滑走抵抗力 25mN 以上、これが公式の合格ラインなんですね。はい。この 0.50、20mN という数値を下回ってしまうようなツルツルの低摩擦ラバーは ITTF の公認審査を絶対に通過することができず、競技用具としての資格を永久に失うことになったわけです。摩擦係数 0.50 以上という明確な技術基準があるんですね。じゃあ、後から自分で薬剤を塗ったり日光に当てて固化させたラバーは当然ルール違反ですよね。 100% 完全なルール違反です。ITTF 競技規則ロー 2.0407 には、ラバーに対する後天的な改造を全面排除する、いわゆる高加工禁止規定が極めて厳格に明記されています。高加工禁止規定。具体的にはどんな文章で書かれているんですか？規則の文面によれば、ラバーは製造工場から出荷された物理的・化学的状態のまま使用されなければならず、摩擦特性、物理コード、弾性を変化させるいかなる誤処理も許されないと規定されています。工場から出てきたそのままの状態で使えということですね。じゃあ、ユーザーやショップが購入後にアロンアルファを塗ったり、UV ライトを当てたり、オイルに浸して加熱したりするのは、ベースになったラバーがどれだけ有名メーカーの公認品であろうと、後から加工を加えた時点で全て違法改造用具、不正用具になります。でも、ケンジさん、公認マークがついているコカ硫高が市場に出回っているとおっしゃっていましたよね。あれはどういうからくりなんですか？そこにラーク、リストオブオーソライズとラケットカバリングス、公認ナバーリストの構造的なからくりと歪みがあるんです。もしメーカーが製造段階で前加工として固化処理を行った場合、言葉の定義上は高加工に当たらないように見えますよね。あ、確かに、出荷時点からこの状態でしたって言われたら高加工じゃない気がしちゃいます。ですが、たとえ前加工であっても、出荷時点で摩擦係数が T4 基準の 0.50、25mN を下回っていれば、その時点で T4 技術要件違反で非合法です。さらに、ラークに記載されている ITTF 公認マークや登録番号は、メーカーが公認審査時に提出した基本サンプルの幾何学寸法や特性に対して与えられたものなんですよ。あ、審査に出したサンプルは基準を満たしていたのに、後から固化加工された製品や市販後に改造された品には、その承認は絶対に適用されないってことですね。その通りです。打球面に公認マークが印字されていようが、実際の特性が低摩擦化されている場合は公認条件を逸脱しているため、ルール上はどこからどう見ても明確な不正用具となるわけです。なるほど。マークがついているからといって絶対に合法とは言えないんですね。こうしたコカラバーや低摩擦ラバーをめぐっては、過去にも卓球界で大きな事件や摩擦があったんでしょうか？歴史を振り返ると非常に象徴的な先例があります。それが2006年から2008年にかけて起きたバンブーカール規制事件です。バンブーカール、なんだか用具マニアの間で伝説みたいに語られる名前です。当時 TSP 現在のビクタス社などが販売していた粒高ラバーバンブーカールなどは表面に特殊な摩擦低減コーティングが施されており、当初は ITTF の公認を取得して世界中で大ヒットしました。メーカーが公式に低摩擦コーティングの粒高ラバーを出して大ヒットしていたんですか？はい。しかしその過度な変化と低摩擦性が競技会で大問題となり、スポーツ性を損なうとして非難が噴出しました。そこで ITTF は全メーカーから市場流通サンプルを緊急回収して摩擦係数の特別一斉実測調査を断行したんです。市場のサンプルを全部回収して一斉テスト、すごい執念ですね。その結果、表面加工によって T4 の摩擦基準を満たさないと判定された39種類ものラバーが一律で公認取り消し処分を受け、2008年までに市場から完全に排斥されました。これがバンブーカール事件です。39種類も一気に公認取り消し、卓球の歴史を揺るがす大事件だったんですね。さらに2008年の北京五輪直後、スピードグルー有機溶剤接着剤が全面禁止された以降には、ラバーの弾性を高める有機溶剤フリーのブースター補助剤問題が勃発しました。
工場での前加工ブーストと個人による後加工ブーストの境界線をめぐって大混乱が起きたんです。日本の水谷隼選手が海外選手の違法ブースター使用に対して命がけで告発を行って国際大会をボイコットしたニュースもありましたよね。よく知っていますね。まさに水谷選手の告発に象徴されるように、卓球界では用具の不法改造、不正加工とルールの枠組み、そして検査技術との間で長年にわたる壮絶ないたちごっこが続いているんです。用具の不法改造とルールの歴史、本当に奥が深いですね。ところで、ネット等で見かけるインヘというブランドのコカラバーについて、具体的な実態はどうなっているんですか？メーカーが不正品を作っているんでしょうか？ここはメーカーの名誉のためにも正確に事実関係を整理しておく必要がありますね。中国の大手卓球用品メーカーであるインヘは、ヤン、ユーやチン、ハレといった粒高ラバーを正規の公認製品として製造販売しています。インヘというメーカー自体が公式に違法なコカラバーとして販売しているわけではないんですね。その通りです。メーカーの正規カタログに載っているのはあくまで T4 基準を満たした通常品です。では、なぜインヘのコカラバーが溢れているのかというと、サードパーティーの加工業者や怪しいショップ、あるいは個人ビルダーが原因なんです。業者や個人ビルダー、彼らが裏で動いているんですね。彼らがインヘの正規市販ラバー、特にスポンジのないヤンの OX ラバーを大量に買い付け、後から自分たちで化学薬品の塗布や UV 照射を施してコカ板を作り出し転売しているんです。元がインヘの正規ラバーだから、ラバーの下部には ITTF の刻印やインヘヤンのロゴがそのまま残っているわけですね。そうなんです。見た目は公認マーク付きの正規ラバーに見えるけれど、中身は完全に後加工された違法改造品という極めて根付いたねじれ構造が生まれています。 ITTF の通常の公認審査って寸法チェックや VOC 揮発性テストが中心だから、外観や寸法さえ整っていればすり抜けてしまう可能性もあるんでしょうか？まさにその通りです。そして中国の現地指導者や専門コーチたちの間ではどのような扱いかというと、インヘヤン等のコカ板、コカ調工は公式試合では絶対に使用できず、使えば即座に相手や審判から指摘されて失格になる不正用具であるという認識が完全に徹底されています。中国の現地でも即アウトの不正用具と認識されているんですね。ボールやラバーの検査方法として沢球スポーツなどの解説記事を見てもルール違反への厳格な対応が書かれていますが、どうして日本の草大会やアマチュアの現場でコカツブダガラバーが横行しちゃっているんでしょうか？そこには競技現場における検査インフラの物理的限界という深刻な課題があるんです。検査インフラの限界？どういうことですか？現在トップレベルの国際大会であれば、ラバーが厚さをミリ単位で測るダイヤルゲージや揮発性有機溶剤をチェックするラケットテスト、さらには試合後にラバーを剥がして確認する事後剥離検査などが実施されています。かなり厳重にチェックされているんですね。しかしラバー表面の銅摩擦係数、つまり T4 基準の 0.50 以上、滑走抵抗 25mN 以上という数値を大会の現場でその場で簡便かつ高精度に定量測定できるポータブル型の摩擦測定器というものが現在の卓球界には存在しないんです。摩擦をその場で数値としてパッと測れるポータブルな機械がないんですか？ないんです。そのため一般の大会や地域の試合では審判員、レフェリーやラケットコントロールの担当者がボールをラバー表面で滑らせてみた時の目視や手で触った感触という主観的な判断頼みになってしまうのが実情です。感触だけだとこれはこかされているって自信を持ってラバーを没収したり失格処分にしたりするのは難しそうですね。揉める原因にもなりますし。まさにそこが運用の大きな溝なんです。中国の元世界王者で名将のチャン・ショリン氏らが過去に指摘した不法粒高の分類、つまり薬品で粒を異常膨張させた大流形調光と表面を硬化低摩擦化させた固化調光という分類がありますが、専門家が見れば一目で分かっても数値を根拠として現場で突きつけられないため取り締まりが極めて難しいという現実があるんです。現場での取り締まりが難しいのをいいことに、ネット通販やフリマアプリなどで取引されちゃっているわけですね。具体的な流通の実態はどうなっているんですか？二次流通市場では驚くほど活発に売買されています。フリマアプリのメルカリやヤフーオークション、さらには中国の卓球専門 EC サイトである同庫商店などで日常的に見かけることができます。メルカリやヤフオク、海外サイトでも主な販売形態にはどんなものがあるんでしょう？大きく分けて2つの形態があります。1つ目は個人ビルダー等によるサードパーティー加工 C2C 再販形態です。市販の OX ラバー、
インヘイヤング U やデアマテリアルスペシャリスト社の製品などを仕入れて独自に薬品処理をし、完全アンチ加工極小摩擦しようとして未加工品の2倍から4倍という3000円から8000円程度の高額なプレミアム価格で転売しています。2倍から4倍のプレミアム価格、完全に違法改造ビジネスになっちゃっていますね。2つ目の形態は？ 2つ目は中国などの一部のショップや代理店 EC サイトが製品ページで通常版と並べてコカ版というコカ調教を選択肢として提示し、あたかも公式のラインアップであるかのようにパッケージ化して販売している形態です。公式のバリエーションみたいに堂々と並べられているんですか？商品の説明文にはどんなことが書かれているんですか？販売ページには視聴者様も驚くような刺激的で強烈な煽り文句が送っていますよ。例えば、手加工手段超部効果プラス滑る表面摩擦ゼロ、出が考外球の出方がより不気味快意になる、防守貢献時階級金門底平漂浮沈むブアンチェンし、ドライブの守備時返球がネットサイに低く沈み揺れて前に進まない、どんな相手の回転の影響も受けません。当てるだけで相手の回転をそのまま返します。これを使えば上級者やドライブマンなど強敵を倒すのは簡単です。摩擦ゼロとか強敵を簡単に倒せるなんて書かれたら勝ちに悩んでいる人は飛びついちゃいそうですね。一方で ITTF 刻印ワールが加工品なため公式戦使用は自己責任とか練習用鑑賞用といった免責事項を小さく注記することで法規制や規約の目をかいくぐる悪質な処分が定着しているのが実態です。でもケンジさん、どうしてここまでコカツルダカラバーの需要が根強く残っているんでしょうか？単に楽して勝ちたいというだけじゃない卓球界全体の構造的な背景もあるんでしょうか？素晴らしい分析です、美咲ちゃん。実はそこには卓球界におけるボールの素材変更という極めて大きな物理的環境の変化が関係しているんです。ボールの素材変更、2014年のセルロイド球からプラスチック球への変更ですね。まさにそれです。2014年にボールがセルロイドから40プラスと呼ばれるプラスチック球へ移行したことで、ボール全体の回転数が物理的に大きく減少しました。プラスチックボールになって回転がかかりにくくなりましたもんね。この環境変化は相手の回転エネルギーに依存して変化球を生み出していた従来の粒高プレイヤーにとって返球する際のスピン反転量が激減するという打球性能上の大打撃となったんです。ああ、普通にプレイしていると昔みたいにブチギレの下回転が遅れなくなっちゃったんだ。そうなんです。特に自分のフィジカルや技術力で回転不足を補うことが難しいシニア層やアマチュアの守備型選手にとってかつての強烈な変化を取り戻したいという強い欲求が生まれました。そこに当てるだけでかつての無摩擦粒高以上の変化を生み出すコカツルダカラバーが手軽な解決策として悪魔の誘惑のようにはまってしまったわけです。プラスチックボールへの移行という構造的な背景があったんですね。実際にこのコカツブダカラバーと対戦して困惑した体験談などはあるんでしょうか？非常に有名な体験談ブログがありますよ。コデラファミリーのブログ記事、ユータと僕を破った謎ラバーの正体、コカ兆候という違反用具についてという手記では、まさにこのコカツグダカの被害に遭ったリアルな体験が綴られています。謎ラバーの正体、どんな体験談なんですか？試合で対戦した相手のラバーが見た目は普通の粒高なのに、打ったドライブが信じられないほどの激上回転になって返ってきたり、当てるだけでネット際に短くポトンと落とされたりして、全く歯が立たずに敗北してしまったんです。後から調べてみたら、それが不正に加工されたコカ兆候だったことが判明したという悲痛な手記です。毎日真面目に練習してきた選手がルール違反の不正用具に任されてしまうなんて本当に悔しいですし悲しすぎますよね。本当にそう思います。また、ピーポンスーパーの解説記事、What is cured, solidified long pips, can you use it in official matches? など、海外の用具検証メディアでも、こうしたコカ粒高の構造や違法性について詳しく警戒を呼びかけています。海外でも日本でも被害や困惑の声が上がっているんですね。さあ、ここまでコカ粒高ラバーについて、幾何学構造から化学処理、物理特性、ルール、歴史、市場流通まで徹底的に解説していただきました。ここで一度全体のまとめをしておきたいですね。はい、全体を総括しましょう。今回お伝えしてきたコカ粒高ラバーの重要ポイントは以下の5つに集約されます。お願いします。第1に、コカ粒高はアロンアルファ等の化学薬品や UV 照射、加熱処理によってゴム表面の摩擦をゼロに近づけ、粒の合成を高めた改造ラバーである点。第2に、運動力学的にはスピン反転率が通常の20から 30% から 90% 以上へ跳ね上がり、バウンド後に沈み込む不気味な失速弾道を生み出す点。第3に、
ITTF 技術基準 T4 の動摩擦係数 0.50 以上、滑走抵抗 25mm 以上及びロー 2.0407 の後加工禁止規定に 100% 明確に違反する違法用具である点。第4に YNHE 銀河のヤング U などの公認刻印が残っていてもサードパーティーで固化加工されたものは公式戦で使用不可である点。そして第5に2014年のプラボール移行に伴い回転量低下に伴いフリマアプリ等で高額取引されているがスポーツマンシップを著しく害する不正品である点です。完璧なまとめです。刻印に騙さず、その本質が違法改造品であるということをしっかり認識しなければいけませんね。さて美咲ちゃん、最後に動画をご視聴の視聴者様へ向けて結論をお伝えしましょう。はい。公認マークが打球面についているからといってサードパーティーやネットショップで固化加工された粒高ラバーを購入使用することは明確なルール違反です。公式戦で没収や失格処分を受けるリスクがあるだけでなく、卓球という素晴らしいスポーツの公平性とスポーツマンシップを根底から踏みにじる行為となってしまいます。楽して勝ちたい、魔球で相手を困らせたいという誘惑はあるかもしれませんが、不正な用具で手に入れた勝利には何の価値もないですよね。まさにその通りです。メーカーやベテラン選手がなかなか口にしないギアの裏事情や物理メカニズムを正しく理解した上で、ルールにのっとった正しい用具を選び、自分自身の打球技術や頭脳的な戦術を高めていくことこそが卓球の本質的な楽しさであり、真の勝利へとつながる道です。本当にそうですね。正々堂々とルールを守ってプレーするからこそ卓球は最高に楽しいんですよね。今回の動画解説が視聴者様の正しい用具選びと卓球へのさらなる理解の一助となれば幸いです。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。